もこんにちは。本日は2023年第2弾ということで、マーブラックの車両、FTS リミテッドあるんですけども、こちら今後ちょっと2023年いろいろバージョンアップしていこうと思いまして、2023年のバージョンアップをする前に、じゃあ安く買ってきてどこまでカスタムアップしたのかっていうのなんかをご紹介したいと思います。エミさんもどこまでやっていくか全然覚えてないですか？覚えてるよ、ちゃんと。ということで、これでね、この動画を見ることによって、その散々よく口にするマーブラックスタイルっていうのがどんな感じなのかっていうのがわかると思いますので、ちょっとね、ご紹介したいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい。ということで、まずご紹介するのが、まずヘッドライトですね。ヘッドライトに関しましては、これ前の動画でもいろいろ紹介したんですけども、全部 LED。ヘッドライトはプロジェクター式になるバルブなんですよ。元の取ってないからね。ちょっとこれつけるんで見てください。はい。これがロービームです。で、これはハイビームです。こうやってね、結構、ローはしっかりとカットライン出てるし、ハイは結構上も照らしてくれるんで、かなりね、明るいです。これね、私このヘッドライトのローだけでも十分明るいんで、この LED はね、私重宝ですね。もうこれ数年使ってるんですけども、暗さも全然感じないし、カットラインがね、何よりバッチリついてますんで、ぜひおすすめなんだけど、もうこれね、廃盤になっちゃったらしいんですよ。売ってないらしいんで、ちょっと手に入らない。ベレーノさんところのプロジェクターのヘッドライトだったんですけども、これね、私は気に入って、壊れるまでは使い切ろうかなと思ってます。じゃあ続いてなんですけども、今ポジションの状況にしたんですけども、ここにね、普通の LED のポジション級がついてるんですけども、ここの同時に、LED テープがついてるんですけども、これは私シーケンシャルのウインカーがいいということで、シーケンシャル式の LED テープ入れました。今後ですね、もう今準備してる段階なんですけども、ここのウインカーは消えてる段階なんで、今これで LED のウインカーついてるんですけども、シーケンシャルは外せないということで、今もう準備してる段階なんですけども、この LED のテープを変えて、今ここ電球が入ってない状態でやってるんですけども、次のバージョンはここがもう LED の基板入ったシーケンシャル式のヘッドライトに交換しようかなと思ってます。LED が入った。ウインカーなのそこ。ここがもう全部 LED が敷き詰められたタイプのヘッドライトに交換しようと思います。で、同時に、あえて WR のプロジェクターつける人多いじゃないですか。だけど私は、あえてハロゲン式の状況のまんまで、このプロジェクター入れて、ここを LED の基板にしようかなと思ってます。これちょっとマーブラックこだわってます。こだわってるっていうか、意地になってます。ちょっとプロジェクターが多すぎるんで、これもプロジェクターなんだけども、この H4 タイプのライトでのワゴンは結構少ないんで、私はちょっとあえてこのタイプを使ってます。はい、続いて参りましょう。レッツゴー。続いてはもうこれはマーブラックスタイルの代名詞と言っても過言ではありません。ボディの黒もそうなんですけども、ホイール。ホイールは、これはターボモデルなんで14インチだと思うんですけども、今履いてるホイールは17インチ。で、正直軽モデルなんで、幅は広くはないんですけども、これ 5.5J、17インチで、タイヤ幅が165の4017のサイズを履かせます。今、フロントは3ミリのスペーサーをつけてまして、ちょびっと気持ち出るかなぐらいで、ギリギリ収まってる範囲です。出てんの？これね、ギリギリ収まってるかなぐらい。そうだね。ギリだね。本当の面みたいな感じなので、これぐらいでね、止めてます。ただ正直車高は今純正なんですよ。もうダウンサスも車高調も何にもつけてない状態なんで、今後車高はダウンしていきますので、もう見納めな形になっていきますので、愛車紹介なんかで取材に、撮影なんかに行った時なんかに、視聴者さんなんかとお会いした時にちょこちょこ変わっていくと思いますので、もしお会いになった視聴者さんに関しましては、たまにね、私のワゴン R も向いていただければと思います。はい、続いて参りましょう。レッツゴー。はい、続いて、このボディなんですけども、ボディって今これ、ワゴン R 純正のブルーイッシュブラックパールっていう純正色なんですよ。ZJ3 の。ちょっと今考えてるのが、オールペインしちゃおうかなと思ってます。オールペイントしちゃおうかなと思ってます。ここ何の工場もないよ。いや、ここで全部やります。
青空だよ。関係ねえよ。マーブラックスタイルじゃねえかよと思うんだけど、実はマーブラックスタイルのボディの黒っていうのは、トヨタのブラック202なんですよ。知らねえよって話なんだけど、実は私が知ってる限りで、トヨタさんが出してるブラック202っていう純正カラーがあるんですけども、それってもう混じりっ気のないメタリックが入ってない、すごい真っ黒な黒なんで、センチュリーとかでもね、使ってる黒なんですけども、メタリックで乱反射してる光っていうのが、本当にもう透き通ったような黒にバシッと決まりますんで、ちょっとそれなんかにしてみたいなっていうのはあります。これはまずちょっと決定ではないんですけども、本来のマーブラックスタイルはトヨタのブラック202っていうのがマーブラックスタイルとなってますんで、ちょっとこれ塗ろうか検討中となってます。次行きましょう。レッツゴー。続いては、これ、あんまり動画には言ってなかったんですけども、このルーフが結構劣化してるんですよ。これよく見ると、こうやってね、白い部分とか出てきちゃってる。なので、これルーフ塗っちゃいます。クリア塗り直そうかなと思って。それで、ちょっと正直、トヨタのその202ブラックにしちゃおうかなとかっていうのも今ちょっと考えておりまして、ちょっとね、いろいろ今模索してる最中です。ルーフ今度塗ります。樹脂部分なんかもね、劣化してるんで、ここら辺なんかも改善していこうと思います。やっぱほら、シャインゴーストだよね。シャインゴーストで M さんがね、一番最初の方の動画を投稿したので、早送りのやつだけども、M さんがね、頑張って貼ったやつで、クオリティがちょっと低いんだけども。は聞かってんの？うん。それで、売ってんのかい、それでね、貼ったやつなんだけども、シャインゴーストで 94% だったね、透過率が。で、同時に後ろが 5% のスモーク。だからこれ見えないでしょ。手振ってんだけど見えないでしょ。かすかに肉眼では見える。うっすらね。クォーターガラス含めて5面貼ってます。変えてんのあと、アッパーマウントのブッシュとスタビーリンク。これ交換してます、新品で。その時に交換してて、あったのが、ロアームのブッシュ。ロアームって言って、このタイヤの軸を押さえてるアームがあるんですけども、そこのブッシュなんかもへたってるんで、正直そこも交換したいと思ってます。乗り味を変えるところなんかもやっていきたいと思います。また、ロアーム交換する時なんかは、そういう動画をね、上げていきたいと思います。その時はその時で拝見していただければとお願いします。続いて参りましょう。レッツゴー。外観的には、純正スタイルでいきたいなとは思ってます。これは好き嫌いの話なんで、なんとも言い難いんだけど、純正でなんか、バンパーがボコーンとか出てるやつがあるんですけど、私はあんまそういうドカーンとしたやつじゃなくて、なんかスタイリッシュな感じでいければなと。台形ホイールと車高はちょっと結構しっかりと落としていきたいなとは思ってます。どうも、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。一応なんか、班長でしたっけ？とんでもないです。こちらこそよろしくお願いします。2日ですが、よろしくお願いします。すいません。今年もお願いします。どうもです。はい、ということで。あとそうだね、ボディはスムージングで、やっぱりもう経年劣化でエンブレム剥がした後とか地味に残ってるよね。これだね。こういう感じで、ちょっとうっすら S のマークが残っちゃってるんで、これなんかも正直ちょっと削るなりなんなりして、正直これ私大好きなグラインダータトゥー入れちゃおうかなと思ってます。グラインダータトゥー入れちゃおうかな。これ今、スティングレイでグラインダータトゥーやってるんですよ。これね、ツイッターの方でグラインダータトゥーとか上げたりするんで、ツイッターの方も良ければフォローいただければと思います。ツイッター、TikTok、インスタグラム。インスタグラムはキャンプ中心なんだけども、マーブラックっていう検索していただけるとアカウント出てきますので、検索していただける。あと、エンディングで20秒使ってアカウントとか出してますので、そちらご覧になって、ちょっと登録していただければと思います。YouTube みたいに登録してください。お願いします。はい。じゃあ次行きましょう。レッツゴー。はい。じゃあテール周りに関しましては、このハッチがね、エンブレム剥がした時とかで、やっぱりフロント同様に劣化がありますんで、綺麗にしようと思ってます。で、同時に、このワイパーの方もスムージングして、綺麗にしちゃおうかなと思ってます。あとはテールランプはね、純正の形状なんだけども、LED を打ち込んでるということで、これはこれで活かしていこうかな。もうちょっと明るいとね、良かったんだけども、ちょっと一応打ち替え式の LED に切り替えてます。あとこのリアパネもね、ちょっとクリアが剥げてダリダリになっちゃってるんで、これなんかも塗り直してね、綺麗に対応していこうかなと思ってます。結構すごいでしょ？スパキです。そうなんですよ。はい。で、車内に関しましては、これももう正直何度もご説明してるんですけども、ドライブレコーダーとナビゲーションと、これは Apple CarPlay 対応です。で、あとはレーダー探知機。ここら辺のものに関しては、だいぶ型遅れのものにはなってるんですけども、全然不自由ないんで、私はこれでいいかなと思ってます。あとはこのブースト系、エアコンの吹き出し口のところを抜いて入れてると。なんでだいぶちっちゃいブースト系なんで隙間がね、だいぶ空いてるんですけども、スポンジテープで隙間を埋めてます。あとはスピードメーターなんかがね、これまた別の LED に打ち替えて、ギアのところなんかはこういう風に、緑のところを全部白に
打ち替えて切り替えてます。緑だったの？これもともと緑です。で、まあこっちは前の動画でホワイトのところを間違えてアイスブルー入れちゃったんで、青くなっちゃいましたけど、やっぱここか。一応これアイスブルーなんです。これが、これ、アイスブルーになります。夜はそれなりにね、見えるんで、いいかなと思います。純白っていうか、まあちょっと青白っぽいのが好きかなというところなんで、まあそれで統一をしました。本当だったらここのパワーウィンドウのところなんかも LED あんだけど、あとはここのライトの光軸調整、フォグランプとかの部分が、ここなんかも緑とかだから、こういうのなんかも本当は白にしたいんだけども、まあ、ちょっとあえてそこはあまり触れないようにしました。ただまあ今後に関してはバージョンアップということなんで、もっともっとね、切り替えていこうかなと思います。スピーカーもやったね。そうですね。これ正直ブランド名はないんですけども、スピーカーの後ろの磁石が 760g とかすごいヘビーウェイトになってて、オーディオショーなんかで使うようなスピーカーになってて、めちゃめちゃ出力がある。480W、マックス700何十ワットとか出るスピーカーがついてまして、音は正直悪くはないかな。純正アンプだけど十分な音出るかなと思ってます。サブウーファーもパイオニアの 150W の小ぶりな軽自動車なんで、正直それぐらいでそんなにパワー上げなくても十分車内に行き渡るんで、サブウーファーでいいかなと思ってつけました。何よりコンパクトにね、収めたかったんで、だから車内は本当、前の動画でもあげましたけども、車内はできるだけ荷物を少なく。で、ガチャガチャあまりつけない。ちょっとこの、レーダー探知機とかドラレコなんかつけざるを得なかったんで、まあついてますけども、極力まあ、あんまり物をつけない。純正スタイルを活かした状況でね、やっていきたいな。なんかつけるんだったら、埋め込み型でつけたいなっていうスタイルで、まあとりあえずこんな感じで完了させてます。室内とね、暖色ね、まあ、後ろも前後でね、変えますけども、たかが知れたかったシンプルなスタイルっていうのを心がけてはいます。ということで、これが現状のマーブラックスタイルということで、この先ね、徐々にマーブラックスタイルの車両も。今ちょっとこの隣のね、スティングレイ、スムージングとかいろいろ板金とかいろいろやってんだけども、ちょっとこれに追われちゃってて全然自分のリミテッドの方ができないんですけども、まあこちらの進捗の方なんかもインスタとTikTok とか Twitter とかの方でちょこちょこ投稿してますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。はい、ということで、2022年バージョンって言ったらいいかな。今年からね、切り替わってきています。で、2022年バージョンのマーブラックスタイルのワゴン R FTS リミテッドでさ。なんかあります？なんかね、かっこいいねって誰か言ってたよ。ありがとうございます。よくわかんないけど。かっこいいねって思っていただけた視聴者さんいたら、グッドボタンとコメントよろしくお願いします。でも、まだ。正直車高とかノーマルだから、かっこいいって言う人少ないと思います。やっぱなんかかっこいい車って古い考えかもしれないけど、かっこいい車ってやっぱ車高が低いのが前提であるような感じがしちゃうんで、これでもまあかっこいいって言ってくれる方がいらっしゃったなら嬉しい限りだなと思います。ぜひとも今後の FTS リミテッドの神々だね、FTS リミテッドの進捗をね、進化を見ていっていただければと思います。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画がいいねと思ったり、このマーブラックスタイルの車両がいいねと思った方は、高評価やコメント、チャンネル登録の方とベルマークの通知をね、オンにしていただければ、オンにしていただくと嬉しい限りでございます。またね、最後まで本当に見ていただいてありがとうございます。今年ももっともっと動画上げていきますんで、応援の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。